元祖ですよ、私。元祖ですよね。もう今の寿司はみんなパクってますよ、寿司みんな屋さん。パクってます。25年ぐらい前からこのスタイルでやってるんで、いい意味での違和感をお客さんに出して、ノリにやっつけて帰ってもらって。天才っていう言葉が一番合うと思いますね。やっと時代が追いついてきた。20年前時代。めちゃめちゃ綺麗になってますね。そうですね、今風にやったらこんな風に仕上がっちゃった。確かに。もうそろそろ終わりになるんですけど、ただしなんです。はい。カラスミがけですね。さあ、今日はどうしようかな。楽しくなってきた。はい、そうです。店長、こちらのお客さん、日本酒1号お願いします。はい、わかりました。うち日本酒の品揃えは国内屈指ですから。はい。どんなのがいいですか。いろいろありすぎて。いや、もう大将おすすめでお願いします。優しいやつがいいですか。優しいですよ。優しいやつが怖いやつまでいろいろある。いや、優しい優しいやつのからで。でね。そうだな。俺どの電酒見たことないですよ、アンケー。あれ、エトボトルって言って。あ、本当だ。干支なんだ。エトなんですよ。うわー、すげえ。ああ、逆じゃん。逆っすね。逆か。逆でした。本当だ。可愛いですね。しかもね、継ぎ目がないんですよ。継ぎ目がないんですよ。どうやって作ってる。どうやって、すごいですね。すごい技術力が。前の店舗は今どうしてるんですか。あれは倉庫にしてます。日本酒寝かしたりとか。なるほどね。こちら、香箱ワインの茶碗蒸しになります。上に外粉あんが乗っております。美味しい。中に身も入ってるんですよ。うんうん。上は外子で、だしであんを作って上からかけてる。ああ、外寒いからすぐ温そう、まる。温まりますよね。大体ほらはったりで美味しくないやつもいいですけど、これめちゃくちゃうまいです。すごい。あ、これ待ってるところ。待ってるところがいいですよ。ちょっともう一回ます。日本酒のあれですか。パイプがすごい強いんですか。仕入れルートが。もう25年ぐらい前からこのスタイルでやってるんで、手に入らないものはないですね。迷いがつお。あれがそうですね。薬味醤油を絡ましてあるんですよ。で手前の和がらしで食べてくださいね。マグロの群れに、カツオが入ってしまって、で自分のことをマグロだと思ってマグロと同じような餌を食べて、イワシ。そうだった。じゃあマグロの味に近いようになる。そうですね。どっちかというとマグロより迷ったらね、群れに入っちゃうんで迷った。もうマグロだと思ってるっていう頭おかしいやつです。いや、言っちゃってるやつですね。言っちゃってるやつ。はい、どうも。すごい。うわー、越前だ。一年の成功がにです。そういえば前回もカニ出てましたね。出てましたね。香箱。香箱ですね。香箱なんて誰も使わねえよって時代から使ってた。そうなんですよ。そんな味噌汁に入れるカニ使うんじゃねえってお客さんに耐えて使った。
ごい。フグ屋さんじゃないですか。これがそうすわ。初めて見た。ここよ。ちゃんです。おお。中に大根おろし入ってるんで、それを巻く感じで召し上がれてください。うん。うまい。自家製自家製のポン酢。これうまい。3ヶ月かけて熟成させる熟成ポン酢です。ああ。これはうまい。結構鰹節とか昆布を効かしてるんですよ。ごまがいいです。ごまポイン豊洲ってどんぐらい行くんですか、週に。ト。いや、そんな感じです。うち仕入れ店も限られてるんですよ。産直が多いですか、そうすると。産直は結構多いですね。昔からですよ。ネットがこうなる前から。でもその20年前からその産直ばっかりの店って少なかったんじゃないですか。少ないですよ。ネットがないから。そうですどうしたらいいかわかんない。わかんないですね。ひたすら開拓に。それなんで産直にしようと。とりあえず使えば手っ取り早いじゃないですか。当時ほら結構いらしたら分かると思うんですけど、結構僻地でやったじゃないですか。はい。普通のことやってもお客さん来てくれないなと思って。あだから出し方も仕入れも特殊なやり方でやってたんですよ。そうしないとお客様に多分受けてもらえないなと思って。それからですね。あ。お父さんの代は普通の寿司だったんいや、ですか。思いっきり巻き寿司で。あ刺身食べて、一人前寿司の握り食べて、ビール飲んで。あ。はいはいはい。で握りちっちゃくてそうとか。そういう感じです。これ氷見のです。相変わらず遠いっす。そうですね。すいません。いや、こちらこそ贅沢ですね、この空間を4人でって。最高。これね、もっと長かったんですけど、この倍ぐらいあったんですよ。なぜ？これね、クエの縁側。おお。クエの縁側。縁側こんな長いんですか？縁側ってどこの部位かっていうと、背びれの尖ってるとこあるじゃないですか。あの真下。筋肉の部分。出た。こういうことをやるお店ですもんね。元祖ですよ、私。元祖ですよね。もう今寿司はみんなパクってますよ、寿司屋みんなさん。パクってますよ。パクりすぎじゃねえかっていうぐらい。めっちゃ批判されたんじゃないですか、これ当初。私ですか。はい異端児です。半分普通に食べてもらう、難しいんですけど、半分普通に食べてもらって、あとの半分は下にちょこっとだけシャリ入ってるんですよ。シャリとあえるとまた表情変わるんで。クエです。つまみの量がえぐいんですよ。これがお好きな方で、はい、縁側です。縁側。おお。うまい。縁側です。これはわさび醤油。ホルモンみたいですね。そうですね。肉のホルモンですね。はい。これちょっとずつ自家製のカニ味噌です。カニ味噌。火にかけて2時間練りるんです。仕込み量えぐくないですか？スタンダードですよ。うわ、濃厚。ちょっとずつね、パクっていかないの。カニで爆発するんですよ。だから。ああ、うまっ。恒例のカラスミですね。左、こっちがブランドですか？こっちが大吟醸です。これ白いついてるのは米麹です。米麹。仕込みすぎっすね。200キロしかないです。ちょっと前回と違うパターンでいきましょうか。はい。カラスミです。うわ。手前が大吟醸、上がブラウンデーです。で、カラスミ餅にしてあるんで、餅使って食べても美味しいです。いやいや、交互に食べてるとわけわかんなくなってくる。これやばいな、無限ループですね。もうですよね。これも僕はありますよね。今日
日明日明後日寿司屋っては忘れないうちに寿司出してくそうる。そうそうそうですスミイカをこんなに包丁入れる寿司屋さんも珍しいですね。そうですね。我が道を行くね。ほんといいですね。いい。でもちゃんと食感を残してる。粗く包丁入れてるんですよ。細かくじゃなくて。細かく入れすぎると食感がなくなっちゃう。ざっくりじゃあ両面に入れてるんですね。スミイカの持ち味ってやっぱ歯応えなんで。こういうのってお父様の時代からやられてたんですか？そうで、僕がひっついてからもいろいろ変えてやってますね。天才っすね。照れちゃう。露骨ぶりそうだな。いや天才っすね。天才っていう言葉が一番合うと思います。01の人ですよ。やっと時代が追いついてきたから。20年前時代。お腹の真下なんで。一番脂乗ってるところですね。そうですね。量が取れないですね。これまだ新しいんですか？これで4日目ですね。でも結構力ありますね。力ありますね。腹が喜ぶ。腹が喜ぶ。相田さんの時もうスー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 横でうるさかったです。これもトースターって産地からなんですよ。1日に時見で3000本とか2000本とかあるじゃないですか。そこからよりすぐりを選んで送っていただいて、実際旅に来て、その隣の人がそうなんですね。やっぱゴーサイン出すとか出さないとか多分あるじゃないですか。なるほど。変な水にがね、苦労してね、集めた魚のちゃんとしたお店には使ってほしい。出せないみたいな多分あると思う。まあそうでしょうね。はい。味噌で見えないのがポイントです。言いませんか、ちなみに。キラキスがだいぶ久々。だいぶ言わないですか？うわすごいイワシです。炭素が酸化すると変わるんですよ、味が。どういうですか。もうそろそろ逃げれるんじゃないですか。美味しい。今年ね、一番うまいイワシですね。僕人生一です。イワシ。これやると魚体の脂なしとかあるじゃないですか。30% プラスぐらい美味しくなります。3割増して美味しくなります。だから本当に脂乗ってるやつやるともうみんな悶絶してます。あの時と同じやつです。本当に周りの気にしてますからね。我が道を我が道を行くからいいんですよ。ロックですよ。ロックです。反骨精神の塊みたいなもんですからね。もうそういう年じゃないですけどね。マジですね。いやいや、一生ロックでいってほしいんですよね。天身ですね。普通の漬けじゃなくて薬味薬味？醤油です。言い方するもん。すごいな。やばそうなのが。懐かしいね。これもうスペシャリテみたいなもんなんですかね。そうですね。20何年と作り続けてるんですよ。最近やってなかったんですよ。おー。コさんの顔見たら思い出してた。ありがとうございます。確かに手で触っても溶けそうですもんね。寿司食べてこんなに幸せそうな顔をする人を見るって幸せっすね。めっちゃ幸せっすね。変態の料理です。変態ですね、マジで。知らない人見たらもうただの変態だとよかったっす、貸し切りで。
うわいぶりがっこのフリーズドライが刺さってます。うわすごい。暑い日からって寿司屋で聞くワードじゃないですよね。一口いかないで。これロックでしょ。ロックンロールですね。暑いね。ああ。糸引くぐらい雨が。カラベルの2本ぐらい手前で止めてるんですけど、気持って油があるんで、はい。味付けを弾く性質があるので、結構強めのタレでなるほどね絡ませる感じです。これ火ダメなんですけど、中にね炙ったイガを忍ばしてるんですよ。うまい。これね試合石2番目の作ですね。おお。僕大好きです。口の中にどんどん。これオーマーですか。そうなんです。練習って国から勲章もらったんですよ。その記念に作ったそれです。それか、なんで持ってんすか。いやもうまだいけるっしょ。もうちょっと飲んでないですか。煽ってるわ。すごい分厚い。すごい。舌触りエロい包丁いっぱい入れた方が味が出るので。な。大阪ですか。これですか。はい。そうですね。前も大阪だったんで。はい。とにかくいい意味での違和感をお客さんに持たして、脳裏に焼き付けて帰ってもらって、うちのお寿司を忘れないでっていう感じですね。あ、でも大阪でも香りいいですね。うん。包丁入れるから余計香りがあ、そういうことですね。いや、美味しいですよ。大阪のいや、前より美味しくなってる。これ閖上だったらもっと美味しくなりますね。ですよね。うん。でも、閖上ぐらいの香りになってますよ。包丁入れることで。おお。一番のグッズですか。実は同級生の売り合いいて、あ、そうなんですか。 1年分バツって押さえていいやつを押さえてます。この海苔めちゃくちゃうまい。っていうか、このウニもうまい。町寿司っぽい店内でこういう斬新な寿司をいただいたから、すごいなんかもうそこの違和感が面白かったんですよね。はい。でこの感じになってもうおしゃれ風になってどうなのかなと思ったけど、ちゃんとそのハードルを超えてくるっていう。なんか仕入れも絶対良くなってるはずなんですよ、前より。やっぱ寿司屋です。やっぱ寿司屋。天草のおお。これだいぶジューシーに締めるんですね。そうですね。強く締めちゃうと旨味が飛んじゃうんで、お酢の味しかしないんで、僕はいつも軽く締めてます。怒涛のように出てくるね。美味しすぎますね。美味しい。お寿司を永遠食べれるために体を鍛えたり節制しようって思うような食べ物ですよね。ちょっと何言ってもらうんです。ロックですね。美味しい。めっちゃもうロック。うわ、これロックだもん。海苔で挟んでお出し。うわ美味しそう。あれは香り下げるのはどんどんいきますね。前回はすごい。すごい油。サバはね、分離するの。めっちゃうまい。変態 AV 隊員。
そろそろ山田さんももうちょっと笑ってしまうね。洗わせられますよ。吸いたくなりますよ。いや美味しい。ほい。海うなぎです。海うなぎ。海で取れた。あ、川じゃないんだ。海で取れた。産卵海なんですよ。うん。焼き方は関西。そうです。でも蒸してないんで。煮切り醤油。はい。いいですね。あ、うま。全然渋くないじゃないですか今日。次々出てくるじゃないですか。うわ、何これ？ボタン上の卵の味噌ですね。卵味噌これ。はい。うわ。おお。レアな感じで炙ってあるんですよ。炙ると甘みも出るし香りも出るのエビの苦さって何ですかこれはね？味噌です。あほろ苦さ味噌です。あ。甘み、酸味、苦味、はい旨味、すげえ入ってるんですね。天才ですね。天才。出ちゃうな。褒められるとすいいや。ここに苦味入れるっていうのは天才だな。白身と黄身分けて焼いてまして、ワインと蜂蜜です。おお。こういうことですか。うまい。見た目がエゴじゃないですか。でもどうですよね。今度マッチングアプリやったら僕行きます。で女性が登録してる。塩とタレです。うわ。おお、いい感じ。煮てちょっと焼いてるんですか。炙っても炒めてます。この本には最後の香箱は気象転結で。心の準備があればもっと面白くできたんですそうですよね。あ、やっぱ言えばよかったかな。けど。でもあれなんですよ。今本当漁師さん出てない時期なんで、ネタが本当揃わないんですよ。普通だったら。いや今日めっちゃ揃ってるじゃないですか。いやこれでも揃ってない。まあいろいろできるんですよ。本じゃあなんか満を持しての回今度そうですね。改め早めてなんか1年後ぐらいにちょっとそんな変わってなかったらどうしましょうか。いやでも今日神回ですよ。いやいや、神回ですよね、本当に。当はウニをすげえ。ウニをあえてやるんですね。すげえ。意外にバランス取れてるんですよ。そうやればいいってもんじゃないんですよね。ちゃんと考えてるんですよ。レジェンドですからこういう寿司の。だから今日ちょっとサロンメンバーで今日来られなかった人はかわいそうだな。ね。ちょっとかわいそうですね。かわいそうですね。今年初寿司で一番うまかったです。最高っすね。はい。1位です今年。ジュニアで言ってもらったら嬉しい。 Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.